皆さんこんにちは。レジン大好きこうやみです。今日はこうやみが過去5年間に作った作品たちをご紹介します。動画外で作った作品もあるので、もしね作り方が気になった作品がありましたらコメントをいただけたらもしかしたら動画化するかもしれません。それではレジン大好き女が5年で作った作品たち始まります。最近ねライブをしているとよく聞かれるのですが、今まで作った作品たちはどうしているのですかとかね、どうやって保管しているのですかとご質問をいただくことがあるのですが、こちらね数年前に購入したレジン福袋が入っていたこちらのね超かわいいユニコーンの箱にこんな感じでねパウチに詰めて保管しています。最近作った作品もあれば、もういつ作ったのか覚えていないくらい昔の作品もあります。すべてご紹介するのはちょっと無理なので、私がね気に入っている作品を厳選してご紹介していきます。一番ね初めにご紹介するのがこちらはねリバーシブルな猫ちゃんになるのですが、これがね私が一番初めに作った作品になります。近くで見るとね結構ね汚いし、この辺とか気泡も入っているのですが、一番初めに作った作品だからね愛着が一番あります。次にご紹介するのがこちら、ハロウィンのキーホルダーになります。私ねハロウィンモチーフがめちゃくちゃ好きで、かなりねこだわって作った作品になります。このねかぼちゃさんね、よく見ると雲の巣が張っています。このね雲のパーツも手作りしました。でねこの時私ねぷっくりさせるのがすごいブームで、後ろすごいねぷっくりさせています。この時はね高粘土のレジン液とか使い分けることができなかったので、普通粘土のレジン液でよくここまで持ったよね。このねコウモリのチャームももちろん手作りになります。こちらはかなり結構前の作品なのですが、今でも1番2番を争うくらい私の中でお気に入りのキーホルダーです。次にご紹介するのがこちらはデコファクトリーさんのカラ枠になります。こちらは初めてねパールの顔料を使ったね作品になります。カラ枠の表面にドライフラワーや穴なしパール V カットストーンを乗せてね立体的に仕上げました。カラ枠はもちろんなのですが、このねチェーンの部分にもこだわって作った作品になります存在感やばいよねこの大きさ。次にご紹介するのがこちら、立体的なミツバチさんたちになります。こちらの作り方はメンバーシップの方でね公開しております。これはね立体作品にこだわっていた時に作っていた作品です。次にご紹介するのがこちら、宝石をイメージした蝶々たちになります。こちらの蝶々さんたちね一人一人ね模様を変えているのがこだわりポイントです。次にご紹介するのがこちら、天空のドラゴン表面にね少しね変わった質感をつけてあげたこだわりの作品になります。次にご紹介するのがこちら、ギャルなバンビちゃんです。こちらね裏表でお目目がねちょっとね変わっています。お目目の描き方はメンバーシップの上位のメンバーさんしか見れないのですが、このカラ枠の作り方自体はね無料の動画で公開しています。結構前にね投稿した動画なのですが、未だにねコメントをいただけるくらい人気な動画になります。このバンビちゃんめちゃくちゃ可愛いもんね次にご紹介するのがこちらはね先ほどご紹介した宝石蝶々ちゃんと同じカラ枠になります。作り方を変えるとかなり印象が変わるね。画面が作品たちでいっぱいになってしまったので、一回ね今までご紹介した作品横に避けさせていただきます。画面を一回きれいにしたところでご紹介するのがこちら、これはね割と最近作った作品になります。無料動画も出しておりますので、作り方が気になる方はそちらもチェックしてみてください。次にご紹介するのがこちらはね実はこちらのねレジン液ボトルのパッケージになった作品になります。これがねパッケージになった子
次にご紹介するのがこちら、くまちゃんパフェとセーラー服、たぬきさん、ワンちゃんのお顔、全身のワンちゃん。この子たちにはね、オーロラ加工を施してあって、このね、オーロラ加工の仕方はメンバーシップの方で公開しております。でね、今ご紹介した子たちの色違いバージョンがこちらになります。先ほどとは違い、宇宙加工をしてあります。こちらがくまちゃんパフェ、セーラー服、パンダのお顔、きつねちゃん、怠け者。こちらは確か無料動画で公開していた気がします。次にご紹介するのがこちら。これもね、宇宙塗りになります。このね、パールビーズにも宇宙塗りを施してあります。次にご紹介するのがこちら。ハートのシェイカーを使っていちご風に仕上げています。ちょっとね、中のオイル重くしすぎてなかなかね、パーツが移動してくれないのが難点なのですが、色合いがめっちゃ気に入っています。画面がいっぱいになってしまったので、またね、ちょっとね、脇に作品避けておきます。次にご紹介するのがこちら、カエルの作品たちになります。私ね、カエルモチーフがめちゃくちゃ好きで、こちらは梅雨をイメージしたブローチになります。こちらはメンバーシップの方で作らせていただいたカエル音頭を踊っているお方になります。こちらは多分動画にもしたんじゃないかな。本当はね、コンパクトケースの上にね、このね、模様をつけたんだけど、コンパクトケースからね、剥がれてしまって、ただね、これすごい気に入っているので、捨てることなくね、保管してあります。でね、この子はね、レジン液だけでカエルさん作れないかなと思って作った子になります。カエルに見えるかな次にご紹介するのが黒猫モチーフの作品になります。これはね、結構前に作ったやつなんだけど、このさ、黒猫ちゃんめちゃくちゃ可愛くない？これね、シリコンモールドを使わないでね、いろいろ頑張って作った作品次にご紹介するのがこちら、リンゴモチーフのイニシャルキーホルダーになります。こちらも無料動画の方でね、作り方解説しています。なんか最近ね、めちゃくちゃリンゴモチーフにハマっていて、バレッタやピアスも作ってリンゴちゃん武装しています次にご紹介するのがこちら、ぷっくりとねさせたさくらちゃんになります。レジンはさ、ぷっくりさせるとすっごい可愛くなります。次にご紹介するのがこちら、キュービーキツネの和風のね、ヘアアクセサリーになります。これはね、確か福袋の中に入っている資材で作ろうというテーマのもと作った気がする。このキュービもさ、扇のさ、空枠もさ、めちゃくちゃ可愛いよね。次にご紹介するのがこちら、ハワイアンな亀さんになります。この辺とかね、塗り忘れじゃなくて、あえてね、透明のレジンを流したのですが、この抜け感が私はお気に入りポイントです。次にご紹介するのがこちら。これはね、グリーンオーシャンさんの福袋に入っていた傘のシェイカーモールドを使って作った作品になるのですが、これさ、めちゃくちゃ気に入ってる次にご紹介するのがこちら、青いお花のバレッタになります。むちゃくちゃね、可愛くできたと思ったのですが、なんかさ、私ね、バレッタがうまく扱えなくて、一度もね、使ったことのないバレッタちゃんになります。眺めて楽しんでる次にご紹介するのがこちら、ダイソーのね、シェイカーモールドの中にまでね、レジン液を流し入れてみたという動画で作った作品になります。シェイカーってさ、中で動くのがね、とっても可愛いけど、動かなくてもね、こんなに可愛い作品作れます。次にご紹介するのがこちら。こちらはね、磁石になっているのですが、可愛くないドラゴンを置いたことでちょっとね、中二病臭さが出てしまったのですが、お気に入りの作品です。次に紹介するのがこちら。こちらもね、ダイソーのシェイカーで作ったものになるのですが、みかん風味に仕上げてみました。これね、すごいお気に入り。シェイカーの中で一番お気に入りかも。今回は特にね、お気に入りの作品たちをご紹介してきました。実はね、先ほど見せた箱以外にもこんなにね作った作品たちはあるのですが、こっちのね、箱の中には
小さなねパーツを詰めていて、でねこの小さなパーツ類は今回ご紹介できなかったので、今度機会があったらこっちのね小さめの作品のお気に入りの子たちもご紹介しますね。今回ご紹介したのはね、今まで作ってきた作品のほんの一部になります。これからもねもっといろんな作品を作っていきたいと思っています。もしねこんな作品が作ってほしいとかありましたらコメント欄で教えていただけると、もしかしたら作るかもちょっとね技量が足りなくて作れない場合もあるのですが、コメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。